インチャンネルステップバイステップ。やっぱりですね。どうした石井東郷、痛いのよ。本当ですよ。どうされました？説明してないじゃないですか。したじゃん、だからさ、骨折したよ。ちゃんと聞いてないですよ。いや、来たら稽古してたから喧嘩で負けたこと隠してるんですよ。情けないな。それはだから内容を聞いてなくてなぜ骨折したのかっていうのを。いや、なんか自分もはっきりは分からなくて、だと土曜日、池袋稽古やって、その後広瀬先生のところ稽古に行ってるんですけど、はい、そこが勃拳を使う稽古もしたりしてて、そこだったのかな。あ、心当たりはある。その確かにはいあります。勃拳で？勃拳がこう当たった時だったかなみたいな。広渡辺の勃拳？それは折れるな。それは折れるな。頭骨って聞いてさ、頭骨そう。尺骨はなんかよくあるじゃないですか。蹴りをこうやって。確かに。こっちってあんま折らないなと思ったんですよ。こっちか。頭骨ね、そうちょうどここのね2本ある。こう構えてる時にもここからこうとされてる。かな。そう早いっすからね先生の。ここだからもう先生普通ガードもできてなかったじゃないですか。もう早すぎてバチーンと当たったところですよね。あ、でもそれとも分かんない。でそれもその時もすごい痛かったんだけど、その後館林来て夜も稽古してたんだけど、その時にお弟子さん使ってこう接近戦の時にここ前腕を使ってこう後頭部付近をこう殴る技があって、でそれを説明した時にちょうど後頭部の骨頭部が当たって、その時にもう結構痛くて、だからそれもあるのかなっていう。じゃあその勃拳でもうギリギリのところを最後後頭部で折れたっていう。それかそのお弟子さんの後頭部が折り張る可能性だったよ。そうですね。カッターだったの。でもだからどっちになれば、だから広先生師匠にやられたっていうのと、弟子におられたは全然噂話なんで話はでかくなりますよ。そうですね。まだ稽古中の事故ということで。でそれであまりにもおかしいな、痛いなで家帰ったんですよ。そうだからその日も夜その後自分でその指立て伏せとかやったり、なんかおかしいなと思って普段やってることやろうと思ってやったらやっぱ痛くて、なんかあれいつもより痛いな、いつもと違うなみたいな。でいろいろ打撃とかもやったんだけど、浸透計をこう打つと結構ペーッとこう響いたりしたんで、これなんかこっちに浸透しちゃった。そう、こっちに浸透すんだよね、マジで。なんか全身にやっぱあれ使ってんだろうね。でこう帰りもあって、でうわ痛いと思って、で次の日もうお医者さんに見てもらったら綺麗にこう折れて。でも日々とかじゃないですもんね、完全に折れてたと。でも手術とかいらなくて、もともと俺手術つもりなかったから、絶対ね怖いじゃないですか。全治3ヶ月かな。でももっと早く治ると思います。まあでもね、安静にしないと治り遅くなりますからね。確かに我慢して治した方がいいと思うんですよ。動かないで。そう言われた通りして。全く無理よ、道着の服着て超音波治療。そうそれをやる、それやる。それやるだけで。だってカンメちゃんも最近ね怪我仙骨よ。稽古中でしょ。酔っ払って帰ったからよかった稽古中で。みんなと飲んでみんなを飲んでバイバイこれもう一杯飲んで帰るから直後にやりましたよね。恥ずかしくて楽しかったなあの日。でもその超音波で結構早まったんだよね。僕は家の近くに接骨院がその超音波を使ってたんで、もうほぼ毎日行ってたんで、そしたら本当にね、通常だったら2ヶ月以上っていうところを1ヶ月半ぐらいで早かったもう練習復帰して感じかな。いやだからね、安静が一番よ。そうだよ、安静が一番。そうよ。だから全然ちゃうこと言ってるけど、右腕だけなら動くとかってやってるとあんま関係ない、意味ないですよね。そう。安静するならもう安静するっていう。でも安静にしてんだけどね、俺。先生指だって2年ぐらい治ってますでしょ。昔分からんけど、ここの指ずーっと治らんまま、今もまっすぐ今ももう治んないの。僕もなってますから。あんめちゃんもね、怪我格闘技でしています。ゆきおさんはなんか骨とか折ったことあるんですか？ないないんだ。だから
骨穴開いて腰溶けてた骨とバイキン入って入院して腰溶けてたけど、だからほんまその2人には言ったけど LINE がビビったもん。俺仕事終わりにパッて見たらそのほんまファイター格闘家同士の会話やねん。骨折れちゃいました、本当ですか、つる感じですかとかさ、早い理解が早かった。つるとか普通言わんし、なんで折れたとか話してなかったの。つる感じですか、そうなんですかね。まああるあるですよね、こういう時って。まあそういうのも考えながらやっていきましょうってね。すげえ早いな。納得早かったむちゃくちゃ普通の会話やったもんな。全然病気も怪我もあることなんで、予期せぬこと。そうですよ、そういうことです。そういうことです。そうですね。びっくりしましたけど、久しぶりにこんなね大きな怪我をしたんで、いやここはひたすら鍛えてたじゃないですか。で先生はこれはもう折れねえって言ったけど、ここはだって鍛えようがないですからね。いやあるでしょ。新庄先生見てください。そうだよ、新庄先生見てくださいよ。見直すか。そうだよ、俺も見直さなきゃダメだよ。100万再生いってる。顔面と筋的だけって言ってました。鍛えらんないの。言ってた。いややっぱ新庄先生を思い出したらマジ大したことないでしょうね。これはねもう本当だ、そんなそれ強くなるための一本みたいなね。そう俺ら以上に誰よりも70何歳でハイボールもうバンバン飲んでたもんね。そうです。その動画もだからなんだかんだもう100万再生超えてて、僕がねコツコツとTikTok を運用してます。やってますね。新庄先生のを切り抜いて久しぶりに見たんですけど、感動するわ、あの動画。いやそうだよね。やっぱ感動するんだよ、やっぱ。あれはちょっと歴史になんていう50年後とかもさ、そのわからないけどブルース・リーのあの動画がみんなに見られるように、あの動画はずっと見られる気すんねんけど。あんなに上地流のリアルな稽古がさ、ちゃんと見れる動画ってあんまないんじゃないですか。俺上地流全部見あさったけど、やっぱ短かったりポイントでこうやってるから、あんだけたっぷり稽古を流してるのはなかったね。やっぱその怪我っていくと必ず新庄先生出てくるね。必ず出てくる話をする動画じゃないんだけど、必ず出てきちゃうんだね。多分もう指もう何千回折れてんちゃうかぐらいのね。足もね。足の指もすごかった。すごかった。恐竜みたいな足してました。本当にすごかった。なんかそういうね先生レベルのクラスになると、骨折あるよねっていう感じだと思いますよ。でもまあ先生も今日稽古もしてましたけど、これをポジティブに考えて、そうです。はい。普段やれないことをやる。でもだってやっぱ動画で見てる人でもね、肩上がらんとか言う人がいるでしょ、多分その痛めてるとかそうね。って言ってもでも戦えるっていう。僕は生徒にはもうちゃんと休みなさいって言うよね。はい。ちょっとした間があります。いや言うよ、俺は言うのよ。生徒には無理させない。そう、人にはもう絶対来ちゃダメだよ。はい。それでも見取り稽古って言って来て何もしないでこう見てる生徒さんとかもいるから、それはそれでね素晴らしい姿勢だと思いますけど、でも本当にこの機会にもう経験なかなかできないことなんで、なんかこう学び取れるものはいろいろこう吸収自分で研究したりしたいなと思ってます。なんかその腕折れてしまってなんかスケジュール的に穴開けることはないんですか？別に僕自身はもうそのままやります。稽古も生徒の教えに。そうですね。はい。本当まだ3日4日だと思いますけど、本当になんか5体困ってないのがいかに楽かって思いません？わかる。俺もだって仙骨折った時座れなかった。寝る時も仰向けじゃなくても横。それさ、寝返りは？寝返りだから寝返り打てないよね。打てないし、痛くて起きたりとか。僕の場合仙骨ですけど、もう片腕でも思いません？思うよ。そうやね。これでも腰も何もできるもんね。全部思んないもんね。全てが思んない。思んないよね。今日もほらステーキ食べてでしょ。切れないから。だからサイコロステーキ食べればよかったんだ。そうですよ。それかハンバーグ。確かに。弟子に切ってもらってましたけど、俺も思ったけど思った以上にでかく切られてました。もう一個切ったれよと思いながら、先生でもありがとうで、はい。何でもプラスに捉えられると思いますんで。そうですね。っていうのは思いますよ。僕怪我よくする。怪我よくする。でも武術はねそういうことですもんね。結構怪我もあるし、別に怪我したから休んだ方がもちろんいいんですけど、それと一緒にこう生活していかなきゃいけないので、どうしたって。それももう僕は生活の一部なんで、稽古が。
そうだから必然的に稽古を休むっていう発想がないっていう感じですかね。稽古は行くけど家では安静にする、はいってことですね。いやまあ稽古もだからちゃんと負担担にならないようにする、学ぶきっかけと思う。そうするそれはそうする。いつも通りの稽古しますはもうダメ。そうおバカちゃんですよ、あれは。そういうのも含めて勉強ですから。そうですね。体と向き合いながらやんないと。はい、そうですよ。そうします。まだまだ未熟者ですから。そうだったらすいません。いやでも本当まあ無事で良かったというか、普通に折れちゃっただけの LINE でしたから、折れちゃったじゃないですよ。折れた写真送ってきた。そう何これって早く直していただいて。そうですね。これさ、でもさ、筋力超落ちるじゃん。腕とか細くなるでしょ。なると思うよ。やばいよね。でもさ、これ治った時にこのクロスをさぶち込む瞬間はたまんないだろうね。そのクロス動画にしましょう。いいね。2ヶ月ぶりのクロス。何ヶ月ぶりのクロス。バキッと折れてる。折れるんかい。サロンに入ってる方は12月に稽古会があるからそこまで治ってくれる。もう絶対治る絶対治る。僕は11月に台湾に先生ってヒロ先生と行かなきゃいけないんで、そこはもう絶対治します。もう絶対大丈夫です。大丈夫です。だったらもうなおさら。だからもう絶対もう超音波治療超音波治療も行きます。高血先生が詳しいんで、高血先生をいろいろ教わって、安静に。まあこういう動画でしたけど、まあ先生の原因骨折ですけど全然元気ということで、ちょっと心配かけた可能性もありますので、ちょっとご報告というか。すみません皆さん。ワンイチチャンネルは変わらず元気に動画アップしてきますので、引き続き稽古動画も止まらないです。止まらないです。引き続き楽しんでください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。オンラインで地域運動が学べるワンイチサロンをやっています。 YouTube のオフショットもあるよ。概要欄をチェックだ。